自律神経失調症やうつは心の病だと思われがちですが、実は体にも大きな変化が現れています。こんにちは、野村整骨院院長の野村明です。はい、本日は自律神経失調症やうつの方の身体的な兆候を3つというテーマでお話しします。自律神経が乱れることで動悸、息切れ、めまい、眠れないなどの様々な症状が現れますが、この状態がさらに進みますとうつや不安障害などに発展する危険性があります。自律神経が乱れる主な原因はストレスで、特に精神的ストレスが最も大きな原因の一つでもいいでしょう。ですが、ストレスが原因だからといってストレス自体に対処しようとしてもなかなかうまくいかないと思います。例えばストレスが弱いからそのストレスに強くなろうとしたり、ストレスをなるべく感じないようにイライラやくよくよする性格を直そうと努めたり、職場やプライベートでの人間関係を変えようとしたり、このような努力をしても逆効果になることも少なくないと思います。なぜなら性格を変えたり職場や家庭環境を変えるというのはなかなか難しいと思えるからです。ではどうすればいいのでしょう。私は体からアプローチするというのが望ましいと思います。自律神経失調症やうつは心の病だと思われがちですが、実は体にも大きな変化が現れています。本日は体に現れる兆候とも言うべきもの3つを紹介します。1つ目は筋肉の緊張、2つ目は頭蓋骨の歪み、3つ目は背骨や骨盤など体の歪みになります。こんなことが自律神経失調症やうつに関係あるのかと思われたかもしれません。しかし私が見てきた患者さんのほとんどの方はこの3つの兆候が現れており、この3つにアプローチすることで改善されていきます。それではこの3つを簡単に説明します。1つ目は筋肉の緊張ですけども、筋肉の緊張には2種類あります。1つ目は感情を抑えることによる筋肉の緊張です。例えば怒りや悲しみ、そして職場などでのパワハラやセクハラで怖いとか恐怖を感じたと想像してみてください。それらをぐっとこらえて我慢すると体のどこかに力が入り、無意識に筋肉を緊張させていると思います。2つ目は自律神経的な筋肉の緊張です。人は今この場の状況を危険なのか安全なのかを思考と無意識で判断しています。そしてこの無意識を担当しているのが自律神経です。例えば高いところが苦手な人、テレビとか映画とかで高いところにいるシーンを見たとします。すると自然に力が入ったりですね、足が震えたり、あと心臓がドキドキしたりするかもしれません。これは思考、頭では安全と分かっているにもかかわらず無意識に体がこのような反応をしてしまいます。このように自律神経が自動的に今この場を危険だと判断して、それを体が反応している状態だと言えます。自律神経が危険だと判断するようなストレスが長期間持続的にかかると筋肉が無意識に緊張状態になっています。そして2つ目の頭蓋骨の歪みです。うつや自律神経失調症の症状でやる気が起きない、記憶力、判断力、思考力の低下というものがあります。これらは頭蓋骨が歪んでいるために脳や神経系に影響が出ていると思われます。頭蓋骨の歪みと言われてもにわかに信じられないかもしれません。しかし頭蓋骨はヘルメットのように一つの骨からなっているわけではなく、14種類ですね、22個の骨から成り立っています。そしてこれらはほんのわずかですがゆっくりと膨らんだり元に戻ったりを繰り返して、まるで呼吸するように動いています。この動きは脳脊髄液という脳を取り囲む液体の循環にも関わっています。ですから頭蓋骨が歪むことでこの動きが妨げられて循環も悪くなり、自律神経失調症やうつなどになりやすくなります。そして最後の背骨や骨盤の歪みですが、これらは内臓機能はもちろんのこと、姿勢にも影響が出てきます。そして血液循環が悪くなり、体に様々な症状が現れます。はい、以上、自律神経失調症やうつの方の体に現れる3つの兆候についてお話ししました。
このチャンネルではこの3つの兆候に対する改善方法はもちろんのこと、その他に思考の切り替え方、心理学的な内容もお伝えしています。これらを見ていただき、改善策、予防策としてご利用いただければ嬉しく思います。ですからお見逃しのないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。またメールマガジンでは動画ではお話しできない内容もお伝えしています。下の説明欄にリンクがありますので、そちらの登録もよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。